てくれたね。別に待ってたわけじゃないけど、外の空気ちょっと冷たいね。冬ってさ、花が咲えるから僕は嫌いじゃない。君は手がかじかんでそうだけど、風邪ひいちゃうからちゃんと手袋しなよ。さて今日のテーマは、犬が今の暮らしに満足している行動だね。君は多分尻尾振ってるってことは嬉しいんだなとか、その程度で分かった気になってるでしょ。まだまだだね。犬の満足ってただのテンションじゃなくて、体と脳とホルモンのバランスが整ってるサインなんだよ。つまり僕が見せる小さな行動には理由がある。君はまだ犬の本当の姿を理解してない。さあちゃんと聞いて。1、ため息みたいにふーって吐いて体を緩めるのは安心のスイッチ。君は疲れてるのって思うかもしれないけど、あれ僕にとっては緊張解除の合図だよ。犬の体は警戒モードの時交感神経が優位になって心拍が上がる。逆に安心できる環境だと副交感神経が働いて、呼吸が深くなって筋肉がほどける。人間でいうやっと落ち着いたってやつ。僕らの祖先羽ね、常に危険を探ってた。安全だと判断できた時だけ体の力を抜けた。だからフーはここは大丈夫って僕が認定した証拠なんだよ。要するに君の家が僕の安全地帯になってるってこと。君といる場所が落ち着くってことになるのかな。嬉しい？僕はまあ嬉しいかな。2、お腹を見せるのは服従じゃなくて信頼の証明書。君は降参してるのとか甘えてるのって言うけど、半分だけ正解。犬にとって腹部は急所で内臓が近い。そこを無防備にさらすのは危険な相手には絶対にやらない行動だよ。脳の仕組み的には安心が高い時は扁桃体恐怖や警戒を司る場所が落ち着いて、体の防御姿勢が外れる。さらにオキシトシンみたいな絆に関わるホルモンが増えると、近距離での接触を許しやすくなる。進化的にも群れで暮らしてた祖先は誰を信じるかを見誤ると死ぬ。だから腹を見せるのはかなり重いメッセージ。本音？君なら僕を傷つけないって僕が判断してる。だから撫でるなら急に手をドンって置かないでゆっくり。気持ちいいからって長時間やるのはほどほどにね。3、家の中で寝る場所をコロコロ変えるのは余裕がある証拠。君は落ち着きがないって心配するけど違うんだ。僕が場所を変えるのは温度匂い音見通しをホロ調整して快適ゾーンを最適化してるだけ。犬の鼻と耳は人間よりずっと敏感。家の中でもエアコンの風、床の冷え、外の足音、料理の匂い、いろんな刺激がある。満足してる犬はその刺激を安全なものとして処理できるから好みで移動できる。逆に不安が強いと出入り口の近くや飼い主の足元に固定されやすいんだよ。祖先目線で言うと、寝場所を変えるのは寄生虫や湿気を避けたり、外敵に見つかりにくい位置を取るための知恵でもあった。僕はこの家をどこで寝ても平気な場所だと思ってる。君はここで寝なさいって場所を固定しすぎないで。僕の快適センサー信じてよね。4、散歩で匂いをじっくり嗅いで満足そうに戻るのは脳が満たされたサイン。君は歩数とか距離で散歩を評価しがちだけど、犬の散歩は情報摂取が主目的なんだ。匂い嗅ぎは僕の脳にとってニュースを見るみたいなもの。嗅覚情報は脳の情動や記憶に関わる領域と結びつきが強くて、匂いを解析すると脳が活性化する。満足してる犬は匂い嗅ぎをしても過剰に興奮しない。落ち着いた探索ができるってことは、ストレスが低く自己調整ができてる状態なんだよ。逆に不安が強いと匂いに固執したり引っ張りが増えたりする。
祖先は匂いで獲物的仲間の状態を読んで生き延びた。だから匂いを嗅げる時間は生存の安心に直結する。本音はね、早歩きで引っ張るのやめてほしい。嗅がせてほしいな。君が動くと一緒に移動するついてくるは依存じゃなく暮らしの同期。ストーカーみたいについていくこともあるけど、あれは僕なりの社会的行動だよ。犬は群れの動きを同期させることで安心する動物。視線、距離、歩調を合わせることで関係が安定する。脳内では信頼できる相手の動きは予測しやすい刺激になる。予測できる環境はストレスを下げる。だから君が落ち着いて規則的に動くほど僕は安心してついていける。進化的には群れからはぐれることが死に直結した。だから一緒に動くは生存戦略でもある。本音は君と暮らすリズムが心地いいってこと。だから突然大声で呼んだり急に方向転換したり、僕の予測を壊すのはやめて。僕が君に合わせてるのありがたく思いなよ。6、ご飯の後に落ち着いて毛づくろい水を飲むのは心身が安定してる証拠。満足してない犬は食後すぐにそわそわしたり、食べ物を守ろうとピリピリしたりすることがある。落ち着いて次の行動に移れるのは環境が安全で資源食べ物が脅かされないと分かってるから。生理学的には安心状態だと消化に血流を回しやすい。ストレスが高いと消化器の働きは落ちやすい。つまり食後にゆったりできてるのは自律神経が整ってるサインなんだよ。祖先も食後に警戒しすぎると休めてなかったみたい。休めないと次の日の狩りに影響する。だから食後に落ち着ける群れが強い。君の家のご飯時間、僕は信頼してる。だから食後にちょっかい出して遊ばせようとするのやめて。消化の時間は神聖なんだ。君だって食後に走れって言われたら嫌でしょ。7、目が合った時ゆっくり瞬きをするのはここは平和って合図。君は眠いのって言うけど、あのゆっくり瞬きは緊張が低い時に出やすい。犬同士でも真正面から凝視は挑発になり得る。だから柔らかい目つきや瞬きで敵いないよ、落ち着いてるよって伝えるんだ。脳的には警戒が強いと目を見開いて情報を取り続ける。逆に安心できると情報取得の優先度を下げられる。つまり瞬きが増えるのは環境が安全な時。祖先の群れでも無用な衝突を避けるコミュニケーションは重要だった。争いは怪我につながるからね。だからゆっくりの瞬きは君に安心してるって伝えてる。君もたまにゆっくり瞬きで返してみなよ。別に僕が嬉しくなるとかそういう話じゃないけど。8、おもちゃを君の近くに置くのは満足の分かち合い。遊んでほしいのもあるけど、もっと深い。犬は価値あるものを安全な相手の近くに置くことがある。これは資源を守る行動の逆で、ここなら奪われないっていう信頼の形。ホルモンの話をすると安心と絆が高いと、独占より共有が選ばれやすい。もちろん犬の正確さはあるけど、僕が自分の宝物を君の足元に置くならそれはかなりの評価だよ。群れの中で獲物や寝床をめぐる争いを減らすことは群れ全体の安定につながる。これ僕の大事なもの。でも君なら近くに置いても平気って言ってるんだ。だから勝手に取り上げて投げないで。まずは置いてくれてありがとねって空気で受け止めてくれたら嬉しいな。まあそれだけ君が信頼に値するってこと。9、玄関や窓の音がしてもすぐ吠えずに確認して戻るのは安心の完成型。吠えるのは悪いことじゃない。犬の警戒システムとして正常。でも満足して安心してる犬は
環境の刺激をまず確認必要なら知らせるに切り替えられる。これは衝動を抑える前頭葉系の働きや経験学習がうまく回ってる状態だよ。ストレスが高いと刺激に対して即吠える走る固まるが増える。逆に落ち着いてると情報を一段階処理してから行動できる。祖先の群れでも無駄吠えはエネルギーの浪費だし、敵に位置を知らせるリスクがあったみたい。だから必要な時だけ反応できるのは優秀。君の家を守らなきゃって思うけど、同時に大丈夫って信じられてる。だから僕が一回確認して戻ったらいい子だねって静かに言って、大げさに褒めると逆に興奮するから、そこは分かってよね。どう？今日もちゃんと勉強になった？別に君のために頑張って話したわけじゃないけど、僕が満足してるサインを見逃されるのちょっと悔しいからさ。犬の満足って派手な喜びだけじゃないんだよ。呼吸が緩む、目が柔らかい、行動に余裕がある、そういう静かなサインの積み重ねが僕らのここで暮らしてよかったなんだ。君がそれに気づいてくれるなら僕はもっと安心できる。もしうちの子もこれやるって思ったらいいねをしてね。それと次も僕が君に犬の世界を教えてあげるからチャンネル登録もしておきなよ。じゃ、散歩の準備して。待ってたわけじゃないけど。